にちは。アクセシブルキッチンをご覧いただきありがとうございます。見えない、見えにくい人でも簡単に美味しく楽しく調理をコンセプトに様々なレシピを公開できたらいいかなと思っております。普段私は見えない、見えにくい人にお料理の工夫の仕方を教えたり、白い杖を使っての歩き方を教えたり、様々な訓練をしています。さて、今回は第6回目。電子レンジを使ったロールチキンを作っていきたいと思います。見た目もとても豪華なので、パーティー料理にも最適です。では、早速始めましょう。調理時間は約15分。材料は2人分で約300円です。本日使う材料から説明いたします。皮なしの鶏胸肉1枚、約 250g、青じそ4枚、プロセスチーズ2個、約 40g、ハム3枚、塩少々、胡椒少々、粒マスタード大さじ1/2。まず鶏肉は15分ほど室温に置いておいてください。鶏肉は切り込みを入れて厚みを均等に開き、麺棒で叩いて厚みを均等にしていきます。今日使う胸肉になります。で、皮が今日のはついておりますので、皮を取っていきます。皮はもう引っ張ればすぐに取れますので、捨ててしまっても構いませんし、他のお料理に使ってください。そして胸肉を縦長にまな板に置いていただきまして、包丁でまず真ん中縦に厚みのだいたい半分ぐらいのところまで切り込みを入れていきます。真ん中に包丁を入れる方法なんですけれども、指をこう乗せていただいて、今手のひらを、胸肉の上に乗せている感じなんですが、ちょうど、5本入るような形になりますので、だいたい中指のあたりに切り込みを入れていきます。で、切りすぎないように1/2ぐらいのところに切り込みを入れてください。次に今切った部分から左側に向かって包丁を寝かせ、厚さが半分ぐらいになるように切り込みを入れます。先ほどの切り込みのところに包丁を入れていただきまして、左に開いていきたいので、包丁の背を右に倒していただいて、左の方に刃を入れていきます。そうすると観音開きですね、お肉が左側広がりました。同様に右側も先ほどの切れ目のところに包丁を置いていただいて、包丁の背を左に倒して右に向かって包丁を寝かせたまま切り込みを入れていきます。そうすると厚さが均等にお肉が大きく広がりました。こうやって均等に薄くすることによって火の通りを良くしていきます。開いたら麺棒で叩いてさらに薄くしていきます。次に鶏肉を縦長に置いて塩コショウを振り、粒マスタードを塗っていきます。今日は塩と胡椒が混ざっているもので、まんべんなくお
お肉にかけていきます。そして粒マスタードを大さじ1/2塗っていきます。今日は大さじ1/2のさじを使っていきます。チューブ状の粒マスタードなんですが、1/2出していただいて、お肉の上にのせていきます。そしてバターナイフでまんべんなく広げましょう。これ手で広げちゃっても大丈夫です。手でまんべんなくお肉の表面に全体に粒マスタードが広がるように塗ってください。この上に青じそを少しずつ重なるように並べ、ハムをその上に奥から手前に少しずつ重ねて同様に並べていきます。まずしそを並べていきます。しそは軸の部分だけ切っていただいて、切ったりせずそのまま乗せてしまって大丈夫です。今日は縦だとちょっと4枚並ばないので、横にしてしそを横にして4枚並べます。少し重ねるような形で乗せて並べます。でハムも同様に奥から3枚手前に向けて重なるように乗せていきます。最後にプロセスチーズを手前に鶏肉の横の長さに合わせて2つ並べます。こんな感じですね。手前、プロセスチーズ今日は、3×4 センチぐらいの大きさのものなんですけれども、よく4つ入りぐらいで売ってると思うんですけれども、それを2つ用意しました。そして手前、一番手前から1個分離して2個分目のところに横に2つ並べて、このチーズを軸にして手前から奥に向かって鶏肉を巻いていきます。手前から奥に向かってぐるぐると巻いていきます。はい。そして最後にラップを広げてロールにしたこのお肉を乗せてキャンディーを包むように包んでいきます。両端をギュッとねじってきちんと閉じてもらって、ラップが加熱中に開かないように注意してください。巻いた巻き終わりを下にしていただいて構いませんので、真ん中に置いていただいて、ラップは横を長く置いてください。そしてキャンディーを包むように巻いていただいて、で左右の端っこは飴を包むようにギュッと巻いて、巻き終わりを下に入れるような感じにします。そして耐熱皿にのせて600ワットの電子レンジで5分加熱します。耐熱容器の上に巻き終わった下のところ、飴包みをした左右のひらひらが下になるようにしてお皿の上にのせます。では電子レンジに入れていきます。はい、出来上がりました。電子レンジの中で少しポンポン音はしていたんですが、
中身が出たりはしていません。しっかりとラップしてあったので大丈夫です。電子レンジから出したらこのまま粗熱を取っていきます。このまま今開いてしまうとチーズが溶けてるのが流れ出てしまいますので、しばらくこのまま置いておいて粗熱を取ります。時間がない場合はこのまま冷蔵庫に少し入れて粗熱を取っても大丈夫です。はい、冷蔵庫で30分冷やしてきました。ではこれをラップを外していきたいと思います。では切っていきたいと思います。だいたい厚さ 1.5 センチぐらいに全部切っていきます。はい、こんな感じで6から7等分ぐらいに切れました。断面を見るとこんな感じで、海苔巻きみたいな感じですかね。真ん中にチーズで、青じそとハムがこう巻かれていて、パーティー料理とかでもちょっと下にレタスとか敷いて、ちょっとこう見えるように置いてあげるととても豪華に見えます。はい、出来上がりです。粒マスタードのいい香りもして、チーズもとろけていてとても美味しそうです。ぜひ試してみてください。本日のアクセシブルキッチンいかがでしたでしょうか。コメントどうぞよろしくお願いいたします。あと、この番組が良かったなと思いましたらグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。では次もお楽しみに。